日本旅行で日本のお店に入ってご飯を食べた時や、日本料理屋さんに行ってご飯を食べる時に、辛いと書いていても全然辛くないなと思ったことはありませんか？シラの日本語ポッドキャスト。こんにちは。シラの日本語ポッドキャストへ来てくださりありがとうございます。シラです。今日はタイトルにもある通り、辛い食べ物についてお話ししていきたいなと思うのですが、海外の方から見ると日本人は辛いものが本当に苦手というイメージがあるんじゃないかなと思うのですが、どうでしょうか？私は違う国のお友達とお話しした時に、日本人はなんでこんなに辛いものが食べられないの？とか、日本旅行に行った時に辛い食べ物が食べたくなったのに、どのお店に行っても全然辛くなくて驚いたというふうに言われたことがあるんですね。私も考えてみると、私以上に辛いものを食べられない日本人以外の海外の方に出会ったことがまだないですなので今日は日本の食文化や日本人の味覚とか食べ物について、特に辛い食べ物についてどういうふうに考えているのかなどについてもお話ししていきたいなと思います。ぜひ最後までリラックスしながらゆっくりと聞いてもらえると嬉しいです。今日もよろしくお願いします。はい、ということで早速本題に移っていきたいなと思うのですが、日本人も辛い食べ物好きな人もちろんたくさんいるんですね。でも私も辛い食べ物結構好きだと思っていたのですが、韓国に私今住んでいるんですけど、韓国に来たり他の国の違う食べ物を食べてみると、日本の辛いと言われている食べ物は全然辛くなかったんだなという事実に気がつきました。なので日本で辛いものがとっても大好きという人も海外の方から見ると普通レベルなのではないかなと思います。では国によっては辛い唐辛子とかですね、辛い調味料を入れてこそ美味しいと、美味しい料理が完成するというふうに考える国もあるのではないかなと思うのですが、じゃあ日本の料理はどういう味が多いのかと言いますと、優しい味が多いかなと思うのですが、例えばだしとかお味噌汁とかおにぎりとか煮物とか食べたことある方いらっしゃいますかね？日本では素材の味を大切にする文化があるかなと思います。なので唐辛子とかの強い刺激よりかは旨味とか香りとかバランスを大切にして料理をする方も多いんじゃないかなと思うのですが、唐辛子とかを入れる代わりにお塩をたくさん使ったり、醤油とかだしをたくさん使うので、反対に海外の方が日本の料理を食べた時に味が濃いとか塩辛いという風に違う意味で辛いと感じる方も多いかなと思います。
実際に私も海外の方とお話しした時に、日本料理はとっても味が濃くてちょっとなかなか食べられないという方もいらっしゃいました。味が濃くてお水を何回も飲みたくなるような、ご飯を食べた後にずっと喉が渇いてしまうような味ですかね。ラーメンとかは特にそうじゃないかなと思います。日本人、私も辛いものが好きというふうに先ほどお伝えしたのですが、辛いものが好きというよりかは少しピリ辛くらいのものがやっぱり好きという方が多いんじゃないかなと思うのと、とっても辛くなると美味しいよりだんだんと痛いという感じに変わってしまうんですね。私も辛い食べ物を食べた時に辛すぎると美味しいよりを先に舌ベロが痛いと感じることがありました。食べた瞬間辛いじゃなくて痛い痛い痛いとなるような感じですかね。じゃあ日本人は辛い食べ物全然食べないのということになるのですが、唐辛子を使わない辛い食べ物が日本にはたくさんあるかなと思います。例えばわさびだったりとか柚子胡椒ですね。カレーの辛口もあったり、辛子明太子とか七味唐辛子とか、ただ唐辛子だけの味ではなくて何かと一緒に少しピリ辛が感じられる程度の味付けにするということも多いかなと思います。辛さがメインというよりかはラーメンに七味を少しかけたりとか、お寿司にわさびを入れたり、辛さがメインというよりも元々の味を引き立ててくれるアクセントとして使うことが多いんじゃないかなと思います。ここで一つ疑問があるのですが、皆さんはわさび食べられますか？わさびが苦手な方多いんじゃないかなと思うのですが、ちょっと不思議ですよね。日本人は辛い食べ物、唐辛子を使ったピリッとするような辛さは食べられないのに、わさびは平気という方が本当に多いんですね。私もわさび大好きで、特にお寿司を食べるときとかはわさびを入れて食べることもあります。なのでわさびは一瞬鼻にツーンとくる辛さかなと思うのですが、唐辛子とか激辛料理はずーっと口の中に辛さが残っているような気がするんですね。なのでそういう辛さが日本人は苦手と感じる方が多いんじゃないかなと思います。あとは子供の頃に食べていた食文化、小さい時から食べていたものにも関係あるのではないかなと思うのですが、今私が住んでいる韓国ですね。小さい時からキムチを食べる文化があるそうです。小さい時はキムチを一回水につけて辛くないようにしてから食べさせたり、少しずつ辛くしていって、大人になると普通のキムチ、辛いものがもっと食べられるようになるということを聞いたことがあるのですが、日本には小さい時から辛いものを食べるという文化がないので、すっごく驚いたんですね。例えば子供向けの食べ物は日本人の中でも比較的甘めに作られていることが多いです。
一番わかりやすい例で言うとカレーかなと思うのですが、カレーは甘口、中辛、辛口といって辛さが分けられています。なので子供の時は甘口を食べて育つ人が多いので、大人になって刺激物が好きになって中辛とか辛口を好む人ももちろんいるのですが、甘口を食べて育っているのでそのまま甘口が好きという人もたくさんいるのではないかなと思います。私もカレーは実は甘口が好きで、あんまり辛いものは今でもよく食べられないんですね。でも昔と比べて最近は日本でも激辛ブームがあったりして、それこそマーラータンとか火鍋とか日本でも食べる人たくさんいます。なので少しずつ辛いものを食べられるようになっていたりだとか、辛いものを食べる動画よくありますよね。ご飯を食べる動画を撮っている人の中で辛いもの、激辛なものを食べている人たくさんいるかなと思うのですが、そういうものを見て食べてみて食べれるようになったという方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。でも辛いものが日常的に食べるというよりかは毎日たまに食べるから美味しいというか、日本人は辛いものは好きな方でもたまに食べる程度なのではないかなと思います。他の国の方はもしかしたら朝昼晩と唐辛子を入れて料理することは普通という方もいらっしゃるんじゃないかなと思うのですが、日本では唐辛子を入れることが結構普通ではなくて、醤油とかお塩とかを入れる方がどちらかといえば普通とされています。なので私は今韓国で生活をしながら外で外食をしていると、当たり前ですが日本の食べ物に出会うことはあんまりないですよね。日本料理屋さん韓国はたくさんあるのですが、私の気持ちとしてはせっかく韓国にいるから韓国料理を食べたいと思ってしまうんですね。それで毎日毎日韓国料理を食べていると、日本の出汁の味とかお味噌汁とかそういうものが食べたいなと思う機会がたくさん増えました。日本にいるときは逆に外食、外でご飯を食べるとなると韓国料理とかタイ料理とか台湾料理とか他の国の料理が食べたいと思うことが多かったかなと思っていたのですが、こうやって毎日食べるものとなるとやっぱりだしの味とかお醤油の味とかお味噌の味が好きなんだなということが最近になってよくわかりましたね。はい、ということで今日は辛い食べ物についてお話ししてみました。いかがだったでしょうか？日本人は本当に辛い食べ物を食べられないなと思うのですが、皆さんも同じように思っていらっしゃるんじゃないかなと思います。小さい頃からの食文化などについてもお話ししたので、日本人が辛いものを食べられない理由などが少しは分かっていただけたんじゃないかなと思います。皆さんの国では唐辛子を使った辛い食べ物毎日食べますか？ぜひ教えてもらえると嬉しいです。
このポッドキャストではこれからも日常的なことや日本の文化について自然な日本語でお話ししていきたいと思います。ぜひぜひチャンネル登録をして次回以降もたくさん聞いてもらえると嬉しいです。チャンネル登録よろしくお願いします。そして Spotify でも聞いていただくことができます。チャンネルの概要欄からチェックしてみてほしいなと思います。今日も最後まで聞いてくださった方、本当にお疲れ様でした。では次回のポッドキャストでまたお会いしましょう。ありがとうございました。シロでした。